皆さんこんにちは、ともり新たです。だんだんと日差し強くなってきましたね。皆さん日焼け止めちゃんと塗ってますか？もうこのねチャンネルでは何回も言っていますけれども、日焼けを止めることこそが一番の美肌になる方法ですし、アンチエイジングになることなので、もう本当にもう今の時期からねしっかり日焼け止め塗っていただきたいんですが、結構 SNS とかでいろんな情報載っていて、これってどうなのかなみたいなことが溢れているので、今日はもう知らないと老けちゃう日焼け止めの嘘について解説していきたいと思いますので、最後までご覧ください。皆さんね、一度は SNS とかでこの日焼け止めの噂って本当なのかなみたいなことを目にしたことがあると思うんですよね。私の動画だったりとか、あとインスタグラム、あとは YouTube ライブにも、先生日焼け止めってホニャララなんですかとか、日焼け止めってこれ大丈夫ですかみたいなことが結構多くあって、何回も言ってますけど、日焼け止めっていうのはもう肌にとって一番大切なものになっていますので、そこのね誤解をねしっかり解いていきたいと思います。では早速1つ目、 SPF は高いと肌に負担がある。なので通常は SPF30 ぐらいで日常的にはいいよ。これについて解説していきたいと思います。まず SPF っていうものが、数字で表されるじゃないですか。 FS10 とか SPF50 とか、数字が高ければ高いほどみんな防御力が高いって思っている人が多くて、なので防御力が高いイコール肌に負担っていうふうに思っている方が多いみたいなんですね。ちょっとねそこに関しては一つ間違いがあるかなというふうに思います。その間違い何かっていうと、 SPF っていうのは紫外線を防御する強さではなく、紫外線をどれだけカットする時間が持続するかっていう時間を見ているんです。なので SPF50 は SPF30 よりもより長く紫外線をカットできるっていうものになるんですよ。だから強さで言えば SPF1 も究極論50も一緒。ただどれぐらいの時間の長さ紫外線を防御できるかなんですね。そこが皆さんちょっと間違っているかなと思います。どれぐらい違うかっていうと、まず SPF1 っていうのは20分間紫外線に当たった時に肌が赤くなるのを抑えますよっていうことなんですね。じゃあ SPF50 っていうのがどれぐらいかっていうと、計算をすると単純に50をかければいいんですね。なので 50×20 で時間に合わせると、なんと1000分赤くなるのを防御するイコール日焼けがすることを防御できるっていうことになります。1日はね24時間なので、1日は持たないじゃんっていうふうに言われるかもしれないんですけれども、そんな16時間もお外に出ていることってないじゃないですか。だったらそんなに長い時間外にいなければ SPF50 よりもやっぱり20とか30とかぐらいでもいいんじゃないって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、計算式的に言えば私もその通りだと思います。なので日常生活で SPF30 とか20とかでも全く問題はないんですよ。でもこれはあくまでも計算上なんですね。これっていうのは SPF を計算するときにどれぐらいの日焼け止めを塗るかっていうと、1平方センチメートルあたり 2mg の日焼け止めを塗っていることになります。なので単純計算をすると、だいたいお顔全体に 0.8 とか 0.7g ぐらいの日焼け止めを塗って初めてちゃんとした SPF の数値が出るんですね。光老化を啓蒙していくプロジェクトを私も参加しているんですけども、そこでアンケートというか、皆さんがどれぐらい日常的に日焼け止めの量をね塗ってるかっていうのを調べたことがあります。残念なことに大体の人が半分以下しか毎日日焼け止めを塗れていないんですね。ということは、どんなに SPF50 のものを使っていたとしても、量が半分になれば当たり前ですけど効果も半分になってしまう。ということは SPF50 のものを使っていたら半分の8時間になるし、じゃあ SPF25 のものを使っていたら8時間は持つんだけれども、半分しか塗れてなければだいたい4時間ぐらいしか持たなくなります。なのでもちろんね4時間以上外に出ることないよっていう方だったら SPF25 とか20とかそういったものもいいと思うんですけれども、肌に負担があるんじゃないかと思って SPF が低いものを選ぶっていうことではなくって、あくまでも自分の生活のスタイル、外に出る時間が長いのか、それとも外に出る時間が短いのかで SPF っていうのは選んでいただきたいんですよ。ただ SPF っていうのは UVB ですねをカットしているので、 SPF だけじゃなくって肌の奥の方まで紫外線がいってしまう UVA っていうのはシミだけじゃなくてシワとかたるみの原因にもなるので、 SPF も大事ですけれども紫外線
線 A 波をカットする pH っていうのもすごく大事なので、 pH っていうのはさっき今ねお話しした SPF みたいに計算式がなくって、これはもうメーカーさんが1から4プラスまでつくことができるので、 pH っていうのはより高いものの方がしっかりと UVA をカットしてくれますので、それで選ぶようにしてください。続いて2つ目、 SPF が入っていれば日焼け止めじゃなくても乳液だったりクリームだったり下地で日焼け止め効果は OK。 これもね結構聞かれるんですね。下地兼 UV っていうのも多いんですけど、例えば乳液の中に SPF が入っていて、乳液が SPF30 ですよとか、クリームで SPF が20ぐらい入っているので、日焼け止めを塗らずに最後のスキンケアの最後に乳液を塗ったりとかクリームを塗ってそれで終わりとか、あとは下地に SPF が入っているので下地を塗ってそこからメイクをして終わりっていう方も結構いらっしゃって、それは老けます。なぜかというと、皆さん乳液とかクリームそんなにたっぷり塗ってますか？クリームとか乳液とかね、肌にそんなにのせられないと思いますし、薄く伸ばすじゃないですか。そうすると紫外線をカットする効果っていうのは薄まっていきますので、スキンケアの中に入っている SPF っていうのは私の中ではほぼほぼ意味がないのかなというふうに思います。じゃあそこで下地はどうなのっていうことなんですが、下地はちょっと微妙で、例えば本当に毛穴を隠したいとか色ムラをなくしたいみたいな下地がメインで薄く塗るっていうんだったら同じです。日焼け止めと半分塗れば半分しかないので、要は SPF っていうものが入っているものをどれだけの量肌の上にのせてるかっていうところが大事なので、下地だったらある程度日焼け止めと同じぐらいしっかり塗ればちゃんと効果は出ますが、乳液とかクリームとかそういったスキンケアがメインのものに SPF が入っていたとしても、その数値通り出てるっていうことにはほぼほぼならないので、実際はねもちろん計算式としてはなってますよ。なので製品が嘘をついてるとかではなくって、乳液とかクリームで SPF が入ってるからといって安心はしないでください。3つ目、日焼け止めはノンケミカルだったら肌にいい。これもね結構言われるんですよね。どうしても日焼け止めって肌に負担だから、ノンケミカルのもので肌に負担がないものでやりたいんですっていう方いらっしゃるんですけども、ノンケミカルとかケミカルっていうのの名前が良くないんじゃないかなというふうに思います。ノンケミカルっていうと科学的じゃないみたいな感じですけれども、じゃあこれ何かっていうと、日焼け止めで効果を出すためには紫外線が当たった時に跳ね返すような紫外線散乱剤っていうものか、もしくは紫外線が当たった時に吸収してでそこで化学的な変化を起こして、紫外線が肌に害がないように化学的な変化を起こす紫外線吸収剤、この2つが肌を守ってくれてるんですね。なのでさっき言ったように吸収剤は化学的な変化を起こすのでケミカルで、散乱剤っていうのはただ物理的に散乱させて、反射してね跳ね返してるだけなのでノンケミカルっていう風に言って、ノンケミカルの方が肌によくって化学的変化を起こすものが肌には悪いっていうイメージがあるかもしれないんですけれども、正直ぶっちゃけたことを言うと、昔はこの紫外線吸収剤っていうものが肌にダメージを起こしたりとか肌荒れを起こす原因っていうことはありました。なんですけれども、近年この日焼け止めに対する意識が高まってきたっていうことと、どんどんこの紫外線の吸収剤っていうものが新しい肌に優しい成分っていうものが出てきていて、ほぼ今出回っている紫外線吸収剤っていうのでアレルギーとかがない方であればそんなに肌荒れを起こすとか肌にダメージがあるっていうことはないと思っています。なので必ずしもノンケミカルじゃないと肌に負担っていうことではないです。あともう一つ、ノンケミカルのものだとですね、どうしても白浮きをしてしまったりとかするので量を塗れたりできないんですね。日焼け止めっていうのはもう本当しつこいようですけど、量をしっかり塗ることで日焼け止め効果っていうのはあるので、白浮きしちゃうから薄くしか塗らないっていうことだと意味がないので、ただ持続力はね、実は紫外線吸収剤って一回紫外線が当たっちゃうと変化しちゃうので持続力があんまないんですよ。散乱剤っていうのは何回当たってもただ跳ね返してるだけなので持続力もあるので、そういった意味では紫外線吸収剤と散乱剤をうまく混ぜて塗り心地もいいし持続力もあるし肌にもいいっていうようなものがたくさん出ているので、紫外線の吸収剤が入ってるからダメとか散乱剤が肌にいいとかっていうわけではないと思います。あと紫外線吸収剤の中にはやっぱ散
酸化チタンとか酸化亜鉛っていう金属になるので、一応基本的にはコーティングされているので、よっぽどのことじゃないとアレルギーが出ることはないんですけれども、やっぱり稀に金属アレルギーの方っていうのはそういったものが使えないとか、あとは酸化亜鉛に関してはやはりしっかりとクレンジングをしないと落ちないっていうところもあるので、クレンジングを肌にね優しいと思ってノンケミカルのものを使っているのに、それを優しいまたクレンジングで落としてしまうと肌に残ってしまって、それでまたねダメージを起こすっていうこともゼロではないので、何でもうまく組み合わせてあげるっていうことが大事だと思います。続いて4つ目、日焼け止めを塗ったら30分置かないとダメ。これはもう完全に間違いですね。これね、なんでそんな噂が出たのかはちょっと私も分かんなくて、テレビでそれ言っていたっていう風なことを書いてある方いらっしゃるんですけれども、私はそのテレビが何かはちょっと分からないし、私自身見てないんですが、さっき言ったみたいに日焼け止めっていうのは紫外線吸収剤と散乱剤というもので紫外線をカットしています。吸収剤がじゃあ肌に馴染む時間なのかって思う方もいらっしゃると思うんですけども、それは塗った瞬間から紫外線が当たればちゃんと吸収してくれますし、散乱剤に至っては反射をさせてるだけなので、塗った瞬間からちゃんと紫外線を反射してくれます。なので塗って別に30分置かなくても、塗った瞬間からしっかりと日焼け止め効果っていうのはありますので、無駄にね30分置く必要はありませんので、そこも安心してください。最後5つ目、飲む日焼け止めを飲めば日焼けをしない。これはもう大きな間違いです。これもね、飲む日焼け止めっていうのが名前が悪いなっていうのはもうこの YouTube でも散々お話ししてるんですが、飲む日焼け止めっていうのは、要は飲む美容液って言ったらいいのかな、紫外線が当たった時にシミを作ってくださいとかっていう指令、コラーゲンとかエラスチン切っちゃいますよっていう指令が行くのをブロックしてくれるっていう抗酸化成分が入っているものが飲む日焼け止めになります。なのでやっぱり日焼けをするんですよ。日焼けはするんですが、ダメージを最小限に抑えるようにするっていうことになりますから、塗るね日焼け止めを塗った上で、それでも外に出なきゃいけないフェスがあったりとか、いろいろあるじゃないですか。そういった時に日焼け止めは塗るんだけれども、それでもやっぱり紫外線当たる可能性があるから、飲むことによって内側から抑えようよっていうことになります。飲んだら意味がないわけじゃないんですが、働き方が違う。あくまでも日焼けを止めるんじゃなくて、炎症だったりを止める抗酸化作用があるものっていう意識を持って、物理的な遮光、そして日焼け止めを塗る。でそれでも日焼けをしそうだったら飲む日焼け止めを併用する。これが一番いい紫外線のカット方法だと思うので、何か一つだけに頼るんではなくて、しっかりと3つねやっていただくことで、100% ね遮光っていうことは難しいかもしれないですけども、だいぶ肌に対するダメージは少なくなるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日は知らないとね老けちゃうかもしれない日焼け止めの嘘本当みたいな形でお話をしてみました。紫外線をねブロックするっていうことは光老化、エイジングケアの一番の要になります。ただこれもですね、間違った知識だったり間違った使い方だったら、せっかくね日焼け止めを塗っていても光老化だったりエイジングを止めることができないので、今日ねお話ししたことをしっかりと頭に入れて、夏を皆さん一緒に乗り切りましょう。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。今ですね月額90円でメンバーシップをやっております。いつもね毎週水曜日にライブをしているんですけれども、それがメンバーだけの限定の公開になって、そこでは、私のぶっちゃけ話だったりとか、ちょっと外には出せないオフレコの話だとかをメンバーさんと一緒に深掘りをしています。ライブ当日に参加できなくてもメンバーさんだけが見れるアーカイブも残っていますので、ぜひぜひメンバーシップに入っていただけると嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。